ゲームボーイ最高峰のグラフィックスーパードンキーコング GB 実況始まるよ。というわけで今回は、スーパードンキーコング GB を実況していくぜ。これはスーファミのドンキーの後に発売された名作ね。さすがよく知っているな。今回もスーパーゲームボーイの外枠が可愛かったから表示してみたが、ここからは外枠を外してプレイを見てもらうぜ。まずは王道のジャングルステージ、ランビジャングルからスタートだな。うわぁ、すべてが懐かしすぎるわ。やっぱりドンキーといえばこういうジャングルから始まらないとね。にしても、冒頭で言っていた通り、グラフィックの書き込みがエグいわね。ドンキーシリーズの特徴とも言えるんだが、このクオリティをゲームボーイで出すのは本当にイカれているよな。さて、最初のステージからいきなりサイのランビに乗っかっておりますが、ここでボーナスステージ。いきなり水中にぶち込まれて若干困惑するんだけど。今作は他では見られないぶっ飛び具合が何よりの魅力だからな。そうだったっけ？あんまりそんなイメージはないけど。まあ、おいおい解説していくから楽しみにしておいてくれよな。続きまして2つ目のステージ、吹雪の谷。ああ、吹雪の谷ね、これも懐かしい。っていきなり吹雪の谷？早すぎない？吹雪の谷といえば中盤の激ムズステージでは？そうそう、そのリアクションが正しい。本作はスーファミ版のスーパードンキーコングの後に作られた作品で、スーファミ版を再現した作品ではなく、新たにフルリメイクされた作品なんだよな。だからって1の2で吹雪の谷はいかつすぎじゃない。この作品がぶっ飛んでいるのが分かってきただろう。それは確かに。でもさすがにまだ序盤のステージだから難易度はそこまで高くはないんだが、雪で滑る仕様は当然あるから幼少期プレイした時はここで滑落しまくったな。さすがにいきなり雪面は子供泣かせだわね。言われてみれば世界観はスーファミ版のドンキーと一緒だけど、ステージの構成とかは新たに作り直されているわね。そうなんだよな。スーファミ版を踏襲してはいるんだが、独自のシステムなんかも結構あるんだよな。独自のシステム？例えばスーファミ版ではコングのパネルを集めると1刻残機がアップするんだが、この GB 版はパネルをすべて集めることでセーブをすることができるんだ。それじゃあ今回はすべて集まらなかったからセーブできないってこと？そういうことになる。こういう難しいステージをクリアした時ほどセーブはしたいもんだが、必然的にコングパネルを集めるのも難しくなるから、セーブができないってことがよく起こるんだぜ。おうふ、鬼畜仕様になっているわね。まあ他のステージでコングパネルを取ればセーブはできるんだがな。ここはボーナスステージ。なんだか見慣れない溶ける雲がありましたけど。これも GB 版オリジナルの仕掛けだ。やっぱりね、あんなの見たことなかったもん。スーファミ版にはない仕掛けを見つけていくのも本作の楽しい要素の一つだな。ちなみにさっきからあるこの目玉みたいなのは、いわゆる中間ポイントってやつだな。スタルではなく謎のワープゾーンみたいになっているのね。幼少期は目玉って呼んでいたんだよな。子供の発想力は偉大ね。さてこのステージも終盤。今回は全てのコングパネルをゲット。するとステージクリア後に、セーブ画面が開かれるわけだ。さてお次は海賊船ステージに行ってみよう。おお、この BGM はもしや。ああ、これはラスボスキングクルール戦 BGM のアレンジだな。まさかのラスボス戦をアレンジしてしまうとは。まあキングクルールとの戦いは海賊船の上だったからな。違和感なくステージ BGM に昇華されているよな。ここは左の樽かな？あ、やばい。これで死亡判定なの？下に普通に足場とかあったよね？画面外に落ちたら一発アウトだぜ。しっかりと GB 版の罠にかかってくれて私は嬉しいよ。そういうのは早めに伝えておいてくださる？せっかくだからこの世界をたっぷり堪能してもらおうと思って。ちなみにこの仕様は後の GB 版でもあるようだが、さすがに鬼畜仕様すぎたのかシリーズを追うごとに軽減されていくみたいだ。スクロールが追いつかないから落ちたら死亡でいいでしょうって感じなんでしょうね。おそらくそうだろうな。ゲームボーイソフトの容量は最大 1MB とかって言われているから、
容量の問題で下にスクロールとかはできなかったんだろうな。1MB？ スマホで撮った写真より少ないくらいじゃない。それでこのゲームが作られているの？この神グラフィックも音楽も全部合わせて 1MB 以下？もはや狂気すら感じるよな。今でこそ莫大な容量を使って綺麗なグラフィックのゲームはいっぱいあるけど、こういう昔の名作は容量がなくても面白いゲームができるってことを教えてくれるよな。間違いないわね。てか全然話変わるけどさ。このステージ、長くね？中間セーブとか2個取った気がするんだけど。誰が中間セーブは1個と決めた？ステージが長いから中間が何個もあって当然じゃないか？ひとまず私の知っているドンキーの常識が通用しないことが分かったわよ。なんだかドンキーコングのパラレルワールドにでも来たような気分だわよ。パラレルワールドは言えて妙だな。さて長かったこのステージもそろそろ終わり。最後に爆弾のようなアイテムをゲットして。これでゴールだな。あの爆弾はマップの岩を壊すためにあるんだっけ？そうそう、この先はルートの分岐があるんだが。ここは下のルートを進んでみようか。さてここのステージ名はタイヤジャングル。さっきの分岐を右に行くとロープの谷というステージに進みます。タイヤかロープか、アトラクションを選ぶ感じなのね。いや別に公園の遊具で遊んでるわけじゃないんだわ。ここは気持ちよく敵を殲滅していって。ボーナス見つけたので入ってみましょ。おお、大量のコイン。ちなみにこのブワワーン、となるコインは何なのかしら？これはコングトークンといって、特定のボーナスステージで使用するアイテムだ。後でそのボーナスステージに入った時にまた解説するんだぜ。わかったわ。さてここではパネルを一つゲットして、先へ進みましょ。いて。こんな雑魚ヘビにやられている場合ではないぞ。ちょっと待って。ヘビの当たり判定、なんかおかしくない？わからなくもないけどいきなり被弾は笑えない。集中し直してどうぞ。とか言ってもうステージ終盤。最後はステージタイトルでもある連続タイヤ地帯を華麗に駆け抜けまして。無事クリアですね。このペースで、B ボタンは基本押しっぱの状態で進んでどうぞ。でも今回のプレイ。縛りってほどではないけどできるだけ B ダッシュし続けたまま、サクサクと進んでいこうと思っております。サクサクプレイというよりいつもの世話しない ADHD プレイだろ。バレたか。勢いでゴリ押しした結果、サクサク進めたら気持ちよくない？やっと認めたかこの恥まんじゅう。話は戻りましてここは2個目の海賊船ステージ。ワールド1の中でも屈指のロングステージとなっております。うわ、びっくりした。今のは当たってない判定なんだ。どう考えても足噛まれていましたけど。さっきのヘビといい、当たり判定は結構緩いのかもな。うわぁこのロープを伝うヘビ、なんかリアルで気持ち悪かった印象。わざわざぐるぐる回ってるのは芸が細かいんだが。どう見ても巻きぐそです。本当にありがとうございます。いや、一応オブラートに包んでそのワードは避けたのに。幼少期プレイしてた時も思ったわよ。これ、巻きぐそじゃんって。当時コロコロコミックとかは巻きぐそで溢れ返っていたからな。そういうのに反応してしまうお年頃ってことよ。ちょっと倍速。にしてもマジで長いわねこのステージ。スーファミ版のドンキーコングでは考えられない長さだよな本当に。これで全30ステージもあるわけだからボリュームとしてはたっぷりすぎるよな。こんな感じで30ステージもあるの？もちろん全てのステージがこの長さってわけではないんだが、ゲームボーイ作品としては十分すぎる内容だよな。間違いないわね。さてここもロープヘビゾーン。すごい勢いで大量のヘビたちが襲いかかってきてるわね。このロープヘビ、上まで上がっていくと実は発生を止められるんだよな。逆に言うと下の方にいると一生ヘビが降りてくるってわけだ。だからこういうゾーンは一回上に上がってヘビを消すようにするといいぞ。そういう細かい知識はよく出てくるわよね。何せこのゲームは人生で一番最初にやったゲームだからな。マジ？そうだったの？
武骨な初代ゲームボーイと一緒に買ってもらったのを。今でも鮮明に覚えているんだぜ。激エモ案件じゃないの。ってことはスーファミ版スーパードンキーコングは後にプレイしたってこと？そういうことになるな。なんで空飛ぶ豚の敵は出ないのか、とか。中間ポイントは樽になっていて変だなとか思っていたぞ。パラレルワールドから始めちゃったのね。もちろんスーファミ版もやり込んだから思い入れはあるが、個人的にはドンキーコングといえばこの GB 版なんだよな。このパラレルワールドから入ってしまったパターンの人、結構多いんじゃないか説。急に説を提唱しだしたけど、確かに多いかもしれないわね。そういう方がいましたら、ぜひコメントで教えてくださいな。さてゲームに話を戻してここはロープジャングルに。ここではコングトークンを使ったボーナスゲームをやっていきましょ。ふわわわーんコインね。ここのバレルに入れば、ボーナスゲームスタート。真ん中のスイッチをタイミングよく押して発射されるトークンをゲットすれば、こんな感じで、ゲットすれば、全然ゲットできてないじゃない。これね、見た目以上にむずいんですわ。やっとゲット。こんな感じで1機アップになるんですね。トークン11個もあって1機しか増やせないのはどうなのよ。まあ見ておれ。ここはまたすぐボーナスステージに戻れるから、あっやべ逃した。実はここを周回すれば無限に残機アップが可能なんだ。こんな感じでな。いや、さすがにエコーさせてもカッコつかないって。結構このゲームは残機の管理が大変だから。ゲームオーバーになる前にぜひみんなも試してみてね。もっとスマートに教えて欲しかったもんだわよ。さて最後はなぜか縦長になっているジンガー地帯を抜けていくぜ。これはドンキーシリーズ王道の仕掛けね。しかもコングパネルも綺麗に全部集めて。完璧なゴール。ボーナスゲームの解説以外は完璧だったわね。ガチッとセーブもかまして。次のステージ行ってみましょ。ここは吹雪の谷再び、ではなく、雪山の樽置き場。というステージ名ですね。樽置き場。ネーミングからして嫌な予感が。やっぱりあれかしら？連続樽大砲的なのがあるのかしら？みんなのトラウマだよな。ほらもう連続樽大砲の要素を呈してきてるじゃない。ひたすら反射神経を求められるから嫌なのよ連続樽。お前もはや連続樽大砲って言いたいだけだろ。なんか語呂がいいからついつい言いたくなっちゃうのよね。しかしこの雪山ステージ。別に雪が降ってるわけでもないのになんだか見づらいのよね。まあこのステージに限ったことではないんだが。このゲーム、グラフィックを綺麗にしすぎているせいで、自分のキャラや敵キャラが見づらくなっているんだよな。これはよく言われていることよね。ああ、特にこの連続樽大砲地帯とかは、樽の位置が絶望的に見づらいせいで、難易度が爆上がりしているってわけだ。ほぼほぼ背景と同化しちゃってるもんねこれ。とか言いながら結構順調に進んでいるじゃない？幼少期、ここが難しすぎて積んだ思い出があってだな。その雪辱を晴らすべく、今回は一発でクリアするって決めていたんだよ。大人の本気。完全に見せつけてやったわね。それでもコングパネルを集める余裕なんて全然なかったけどな。さて、ついに来ましたワールド1ボス戦。ドンキーシリーズおなじみのボスなんて出るわけもなく、謎の空飛ぶワイルドスキングくんが相手をしてくれます。なんかリアルで気持ち悪い。ヒレの動きがリアルで気持ち悪い。あとなんか速くなってて気持ち悪い。気持ち悪がりすぎだろ。まあでもわからなくもないぜ。いわゆるドンキーのボスっぽさが全然なくていい味出してるんだなこれが。ヒレだけに。今なんかクソしょうもないこと言わな。おっとここで被弾したな。こいつはひたすら踏み続けて7匹倒せばクリアだぜ。はい楽勝。あとは炙ってマヨネーズと七味をかけていただきましょう。ヒレネタしっぱんなや。というわけで次はワールドに。ここはクリッターの遺跡。クリッターってのはクルール軍団の中でも一番よく出てくるあいつのことです。遺跡ステージ、背景の再現度がヤバすぎるわね。これはレア社さん、相当本気出してきてますわ。マジですごすぎるよな。そしてここのステージ、BGM も相当神っているんだぜ。
スーファミの遺跡ステージよりもアップテンポでワクワクさせてくる感じ。正直言って大好物案件ですわ。喋り方はめちゃくちゃキモくなっちゃってるけど分かりみが深いわ。お前も大概だけどな。本作の BGM はかの有名なデイビッド・ワイズ氏が手掛けているらしい。ほえー、スーファミ版で数々の名曲を生み出したあのお方よね。ああ、しかもゲームボーイ版ドンキーシリーズでは唯一この作品のみの参加らしいぞ。容量が少ない中でここまでの神曲を生み出せるのはほんとすごいよな。勇敢な猿たちがうっほうっほ言いながら進んでいく絵が、音楽を聴くだけでイメージできるんだよなこれが。ちょっと何言ってるかわかんないけど、かっこいい音楽であることは間違いないわね。ちなみにこの後に出てくる水面の BGM は、スーファミ版初代ドンキーコングの水面をリアレンジした曲になっていて、これも大変趣深い良いアレンジとなっておりますので、皆様ぜひともご期待ください。さっきからオタク特有のキモさ全開になっちゃってるけど。水面ね、わかったわ期待しておくわよ。さてさて次のステージは海底遺跡。海底遺跡？早速噂の神 BGM？ 確かにここも神 BGM ではあるんだが、さっき話していたアレンジ版 BGM ではなく、GB 版オリジナルの神曲の方だな。確かにこの曲も遺跡感があってかっこいいわね。そしてこのふわふわしている敵。未だに何の生き物かわからない謎生物だな。こいつはなんだかよく覚えているわ。動きも謎で結構被弾した記憶があるのよね。なかなかにいやらしい動きをしているよな。下に沈んでいる時にうまく避けないと。この謎ムーブの餌食になってしまうぞ。この謎の生き物だけの話じゃないんだけどさ。GB 版の水中の敵ってなんか気持ち悪くない？さっきいたでかい魚みたいなのも顔面がリアルで生理的に受け付けないわ。言わんとすることはわかるぜ。地上のクレムリン軍団とかに比べると、リアル思考で別の生き物みたいだよな。私が水中ステージ苦手でトラウマになっているというのもあるかもだけど、なんだか本能が嫌悪感を訴えているのよね。そこまで言うか。このワールドには水中ステージが結構あるから、頑張って慣れていってもらわないと困るぜ。幼少期からのトラウマを今克服しろと。さすがに鬼畜すぎやしませんかね。お前他のゲームでも一生水中ステージ苦手って言ってるもんな。もしわかるよって方がいたらコメントで教えてください。大変励みになりますので。さてここはゴール奥の謎ボーナスエリアに立ち寄りまして、無事ゴール。霊夢には悪いがここは連続で水中ステージだ。そしてここが噂の、アクアティックアンビエンスのアレンジ BGM だ。いや、さすがに曲名級に言われてもわかりませんって。スーファミ版ドンキーコングの水中面のアレンジ BGM ね。確かにこれはかっこいいわ。ゲームボーイとは思えないクオリティ。秀逸すぎるよなぁ。ちょっとここは我々も喋るのをやめて BGM に集中しようではないか。いや、確かにかっこいいけどさ、これゲーム実況としては放送最高すぎるだろ。よくぞこの曲をリアレンジしてくれたデイビッド・ワイズ氏、一生感謝だぜ。もうダメだこいつ手がつけられん。さてこのステージサンゴの海。道中にはスピナーという無機物生命体が高速回転しながら動いているんだが、GB 版は可愛いサイズ感になって登場しているんだぜ。さすがにスーファミ版と同じサイズで出てきたらたまったもんじゃないわね。でもこいつって一体何なの？無機物生命体って言ってたけど、動力とかあるんかな？それとも生きてるんかな？すべては謎に包まれているんだな。こいつみたいな顔もない、生き物かもわからない敵キャラは、ドンキーシリーズではかなり珍しいんじゃないかな？確かにそんな気がするわ。そういえば今気づいたんだけどさ。お、なんだ？このステージ、他に比べると結構難易度低めじゃない？海賊船とか雪山とか結構骨が折れたけど、敵の配置も穏やかでスイスイ進めている感じがするわね。
確かにそうかもな。やっぱりここはマップの美しさと BGM を鑑賞するステージなんじゃないか？よーく見ると、サンゴの中にカニとか人手みたいなのがついてるのがお茶目だぜ。何それ敵キャラ？いや、普通にサンゴにくっついてるだけの無害なやつ。完全なる遊び心ってやつだな。こんなのがいたの、今まで知らなかったわよ。さて、このステージも危なげなくクリアね。次は例によって爆弾を入手して岩を壊さないといけないので。スリッパーの遺跡、君に決めた。スリッパー？ってなんぞ？遺跡ステージは敵の名前が冠名になっているんだな。スリッパーは言わずと知れた蛇の敵、序盤で謎に被弾してたこいつだな。またしても懲りずに被弾してるんですが。マングースかなんかなの？永遠のライバルじゃねえよ。ふざけた話はさておき、確かに天敵感は否めないわね。ここは壺から永遠にスリッパーが出てくるからな。TNT バレルだと壺ごと破壊できるんだが。やっぱり蛇に邪魔されるまでがセットなんですわ。思惑通りに動いてるの、悔しい。ところでなんだけど、GB 版の魅力って他のドンキーシリーズにはないぶっ飛び具合って最初に言ってたけど、敵キャラが少し変だったりとかパラレルワールド感は確かにあるけどさ。マップは割とスーファミ版を踏襲した堅実な作りじゃない？遺跡ステージとか、雪山ステージとかさ。またしても私の術中に綺麗にはまっているな。あんたの術中というかこのゲームの世界観だけどね。そうとも言う。しかしステージ自体のぶっ飛び具合はここまで控えめなのは事実。実は次のワールド3から一気にぶっ飛び具合が加速していくんだよな。パラレルワールドというかこれ、本当にドンキーの世界か？みたいなステージがどんどん出てくるからこうご期待。また盛大なふりしてるけど大丈夫かしら？プレイの人はあそこのことだろうな、と目星はついていることでしょう。さてここは爆弾を取ってクリア。岩を破壊して次のステージに行ってみよ。ちなみにここを右に行くと海底遺跡に。そこでもステージ最後に爆弾をゲットできます。そしてここがみんなのトラウマステージ。ノーチラスの追跡だー。うっわ、ここはやべえ。文字通り敵キャラノーチラスに一生ストーカーされるステージです。こいつは GB 版オリジナルの敵キャラで、オウムガイみたいな見た目なのにすごい勢いでドンキーたちを追いかけてくる。水中でこちらの自由も利かないところで追いかけられるもんだから、みんなのトラウマになってしまったステージなんだぜ。これに関しては激しく同意。あってもここは追いかけてきてないのね。さすがにずっと追いかけられたら精神も病むしな。いやそれガチのストーカーじゃん。なんかこのノーチラスってさ、他の敵キャラよりでかくて怖いんだよー。なんならボスとかよりサイズでかいんだよなこいつ。こりゃ命を刈り取る大きさしてますわ。しかもこのステージ、他の雑魚敵もかなり多くなっていて一気に難易度が上がってるんよな。勘弁してほしいわね。ただでさえストーカーに追い回されて余裕ないんだから。ここはレア社さん、完全にトラウマを植え付けに来ていますわな。さらにこいつの何がヤバいって。普通に障害物とか無視して進んでくるんだよね。いくらこっちが早く泳ごうとも意味なし。ルール無用でただひたすら追いかけてくるのがたまらなく怖い。ここでまた休憩ゾーンかなと思ったらまた来たー。怖すぎて懐かしの顔文字出ちゃってるから。いやマジでこいつは苦戦するよな。こっちが最高速度で泳いでも、ノーチラスも同じスピードで泳げるわけで。普通こういうのって若干相手が遅かったりするもんじゃないの？やはりそういう常識はこのゲームには通用しないんだってばよ。唯一あいつに時間を食わせられるとしたら、振り向いて方向転換をするのに少し間をつくから、こういうカーブで差をつけていくしかない。なんかレースゲームみたいになってきたな。でもここもトラウマステージだからこそ、一発でクリアしたいもんだな。やっべついに被弾。DD 短期じゃあまりにも心細いよここは。DK バレるこい DK バレるこい DK バレるこい許された。ここから最後のゾーン。なんと迷路みたいな感じになっているエリアです。
もちろん正解のルートなんて覚えているわけもないので、勘と嗅覚のみで前進していく。お、これはなんとなく正解っぽくないか？そろそろ終わりにしておくれ。やったー、ゴール来たー。ちゃっかり私の技パクってんじゃないわよ。絶対お前の技じゃない定期。さてここはトルネードの遺跡。前の遺跡ステージでも出ていたけどこのトルネードくんがメインのステージだな。こいつは上から乗る分にはいいんだけど、横からぶつかると弾かれちゃうんだっけ？弾かれちゃうというかシンプルに被弾扱いだな。こんな敵今までいなかったからなかなかいいギミックだと思うぜ。またしても質問なんだけどさ。サムネイルに異世界転生ってあるけどさ。異世界ってのは確かに普通のドンキーと世界観が違うとわかるんだけど。転生要素ある？普通にドンキーとディディじゃん。いいところに突っ込んでくれました。一見普通のドンキーとディディに見えるんだが、実はスーファミ版とは異なる要素があってだな。スーファミ版ではドンキーとディディではそれぞれ性能が異なっており、ディディの方が基本的に機動性が高くて、その分ドンキーはパワーキャラという位置づけだったんだが、本作ではこの性能差がほとんどなくなっているんだよな。もちろんゲームボーイゆえのデータ容量削減が目的だったとは思うが、2匹の個性が削られて同じ挙動を強いられている。これは立派な転生要素では？だいぶ無理やりなこじつけ感あるけど。まあそういうことにしておきましょうか。さて話している間に来ましたよワールドにボス。ここのボスはクランボー、まさかの雑魚敵がボスに昇格パターン。これ何やってるの？クランボーが吐き出した真珠を反射させているんだな。それだけ？ああ、こいつは真珠を反射させればいいだけの簡単なお仕事です。前のボスのワイルドスティングもそうだったけどさ。もしかして、このゲームのボス、弱すぎ？はい、弁明の余地もございません。いや弁明とかじゃなくって、攻撃がシンプルすぎない？マジでそうです、としか言えないな。まあその分さっきのノーチラスの追跡みたいな難しいステージが急に来たりするから。バランス的にはちょうどいいんじゃないか？サクッと勝っちゃってるし、全然盛り上がらなかったし。一応ここで全ワールドの半分、折り返しではあるんだが、ボスも不甲斐なかったし、ぶっ飛びワールドさんも見てもらいたいから、もう少しだけ進めていくぜ。わかったわ。ワールドさんに入ってまた新しい雰囲気になったわね。ああ、ここのステージ名はふもとの洞窟。薄暗い洞窟の中を進んでいくステージだな。鍾乳洞みたいな背景が活かしているわね。これもよくできているよな。ただここで面白いのが、洞窟の中のボーナスステージに入ってみると、急に近未来チックのサイケデリックな世界に飛ばされます。なんだこれ？これも後に出てくるステージの有用ではあるんだが、洞窟とのギャップがすごくて笑っちゃうよな。間違いないわね。相変わらずのぶっ飛び具合だけど、もはや癖になってきて新たな要素が来るのに期待しちゃってる自分がいるわ。ようこそスーパードンキーコング GB の世界に、って感じだな。この異世界観、パラレルワールド感が苦手な人もいるとは思うんだが、進めていくうちに気づいたら虜になっているという。まあそれもゲーム性や BGM など細かい作り込みが、しっかりしているからだとは思うけどな。激しく同意だわ。やっぱりベースとしてのドンキーコングが面白いからこの世界観も許されるわけで、遊び心のある作品として評価されるのは間違いないわね。なんだか締めの総評みたいになっておりますが、もうちょっとだけ続くんじゃ。急に亀仙人出てきて笑った。ここも危なげなくクリア、もうちょっとだけ続けましょ。続きましてモンキーマウンテン1。ここら辺からステージの難易度がぐっと上がってきますぞ。雑魚敵の数は増えていくし、配置もいい感じにいやらしくなっていくんだよな。ほんとね。ここは一回雑魚を倒して。うわっと危ねえ。今どうやって復活できたのか自分でもわからん。ローリング挟んでいたから奇跡的に復活できたな。敵を踏んで倒すときは要注意だぞ。思ったより勢いがついて制御がしづらいんだ。こういう足場が悪いところでは踏みつけは危険ね。
うっわ。奇跡的にセーフ。さすがにフラグ回収が早すぎやしませんかね。海賊船風なボーナスステージ。ボーナスステージですらこの難易度の上がりよう。おっこいつはアニマルフレンドのエクスプレッソ。こいつは実は強化されていてな。ジンガーとかの敵を踏むことができるようになったんだ。細い足してなかなかやるじゃない。こいつを通常ステージまで持ち込めれば楽なんだが。もちろん没収。代わりに乱美がお供をしてくれるようです。ただここの地帯、足場悪くて乱美だと落ちそうなのよね。ほら言わんこっちゃない。乱美には悪いけどここでお留守番してもらうわ。賢明な判断だと思うぜ。敵からの被弾は乱美がもらってくれるけど。落ちたら元も子もないからな。いて。なんだかこの岩、マリオカート64を思い出すのよね。ああ、チョコマウンテンの落石注意のところな。普通に走ってるだけなのによく潰されたもんだぜ。さてさて、落石に注意しながら進んでいこうぞ。ここは冷静にタイヤを使って、さらっとボンミスはやめてくださる？はい、もう一度問題のところ。うらー、なんなのここ8がうざすぎるんですけど。なんか許されたぞ。急にゴリ押しプレイかましすぎてて笑った。まあ今までうまくいきすぎてたから多少はね。そんなこんなでゴール、次で前半パートラストステージ。気合い入れていきましょ。そしてここが BG 版の真骨頂。リフトアタックじゃー。なんだこれ？背景にハート柄？バグってるんかと思うよな。こんなポップな世界観のドンキーが未だかつてあっただろうか。なんか明るい雰囲気なのが逆に怖いわね。このステージは幼少期プレイした時のことをよく覚えているぜ。雲の上にある意味わからんハートマークのブロック。そしてどう考えても狭すぎるリフトの足場。確かに、DD1 匹分でいっぱいいっぱい。そして容赦なく配置されるフライングキックやジンガー。難易度に見合わないポップな雰囲気で印象に残っているステージナンバーワンだな。難しくて何度もゲームオーバーになったのを覚えているぜ。確かにこれはインパクト強すぎるわ。さっき話したように敵を踏みつけると制御が効きづらくなるんだが。かといってこの足場でローリングしようもんなら落下の危険性もある。この先にはさらに鬼畜な空中迷路というステージも待ち構えているから。当時プレイしていた人はこのワールド3で積むことも多かったんじゃないかな。このハートブロックとリフトがトラウマになっている人が多そうね。私も漏れなくその一員だな。ここは大人の力でもって、当時のトラウマを克服していこうではないか。確かこの先にボーナスに続くバレルがあったはず。こんな不安定な足場にいるくらいなら、危険を冒してでもボーナスに行くべき。ナイスだわ。これで多少はあの足場に乗っている時間を減らせたのかしら。そうであることを願うばかりだ。コングパネルもラストの G。もうステージも終盤に来ているはず。いやーこの配置やめて心臓に悪い。あんな安いコングトークンなんかには騙されないぞ。あとはここを乗り継いでいけば。やったー、一発クリアじゃー。これは緊張感あったわね。というわけで今回の動画はここまで。後編の動画も楽しみにしていてください。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それじゃあみんな。バイビー。